わかめをはじめとする海藻の食品の製造だったり研究開発を行っている会社なんですけど、今日はそういった紹介ではなくてですね、その大元になる原料の海藻についてお話ししたいと思います。海藻のポテンシャルがとても大きいんだということと、ただその一方でその生産の現場が大変今厳しい状態にあって、環境変動の影響なんかも受けていてというようなところをぜひご紹介できればなと思っています。皆様にとって身近な海藻なんですけど、いろんな歴史があってですね、例えば日本ってやっぱり世界的にも大変古くから海藻を利活用していて、全国の遺跡とかからその痕跡が出てきたりとかですね、あと昔社会で皆様習ったであろう大法律令の中には海藻を税の代わりとして朝廷に納めていたとかっていう歴史があったり、あと古くは万葉集でも海藻を詠んだ歌が多くあったりとかですね、日本列島縦に長いので、その北から南までいろんな種類の海藻が天然で取られたり、あるいは養殖されたりしています。海藻も光合成生物なんですよね。でその結果、酸素はちょっと使わせてもらったんですけど、光合成ですので、わかめも大きくなって酸素を生み出すと。でその条件はですね、しっかり波に揺られるってことが大事で、海藻って当たり前のように海の中漂ってますけど、あれが大事ですね。その表面が常に揺れ動いてないと、この海の中の CO2 も吸えないし、他の栄養素も吸えないので、ちゃんと海が海の波の影響で動いてるってことが大事っていうことになります。海藻イントロとして強調したいのは、海藻類の特徴としてですね、陸上の作物との資源の競合がないんですよね。つまり真水はいらないですね、海水ですから。であと土もいらないですね、結局養殖の基質だったり天然の岩盤で生えてますから。でもう一個は肥料がいらないですね。あえて肥料をたくさん与えて育てるということはあまりしないので、なのでそういった意味でも今日ブルーカーボンのお話とかにもなりますけれども、大変その海藻が陸上作物と資源の競合がなくて、有用な生物だっていうことがここで強調しておきたいと思います。だんだん成長してくると、こうやって今言ったみたいに精子と卵が受精して葉っぱになって、でこれがいわゆる苗の状態ですね。小さい葉っぱがたくさん出てきてますけど、でこれがどんどん成長していってですね、60日ぐらい経つとだいたい4、5センチの葉っぱになってですね、でこれを養殖をして収穫をすると、なんとだいたい 0.2 グラムで始まったこの種がですね、わかめがだいたい5トンになります。なので半年間で、いわゆるバイオマスですかね、生物量が2500万倍にもなるんですよね、あえて測ればですね。なので先ほど来申し上げているようなその陸上の作物との資源の競合がないということと、これだけの高い生産力を持っているというところが海藻の大きな特徴になります。海藻って、端的に言えば体に良い健康食なんだなっていう研究がどんどんなされている。例えばこれも親会社の理研ビタミンの研究者の方から拝借してきたんですけど、例えば海藻を食べるほど糖尿病のリスクが下がるとかですね、海藻の摂取頻度が高い方ほどこういうリスクが減るとかね、あるいは腸内環境がなんとなく分かりますよね。ぬるぬる成分でお通じが良くなったりとかということで、わかめを食べてる頻度が高い方が、腸内環境が改善されるというようなこともしっかり研究ベースで分かりつつあるということなんです。生物以外で CO2 を吸収するという技術開発もなされている一方で、生き物としては植物または海藻なので、これをいかに増やすのか、どれだけ吸っているのかをちゃんと測るのかっていうのが大事と。で今結局ブルーカーボンという言葉が大変大きく注目されています。つまり海藻によってどのくらい CO2 を吸収できるのか、実際しているのかっていうのに大変注目が集まっていると。わかめも昆布も日常よく食べているものなんですけれども、生産量は激減しています。左側がわかめの日本全国の生産量ですね。で昔は天然でたくさん取れてたんですけど、養殖技術ができてからは、天然はほとんど取らなくなってで養殖に切り替わったんですが、この通り生産量は最盛期の今 25% ぐらいにまで減っています。昆布もさらにひどくてですね、昆布は北海道を中心に天然採取の量が多いんですが、実はこんなに減ってるんですね。こちらもだいたい最盛期の 25% ぐらいにまで減っています。
なのでここまで減るとですね、やはりその国内産の原料を食品として求めるお客様へのそのニーズを賄えないというかですね、そういった危機的な状況にもあります。ブルーカーボンの活用、とても将来性があるし、地球環境に対する貢献度が高いと思う一方で、当座食料生産すら足りないんですよね。そういった現状に今海藻の養殖だったり、その海藻の天然資源の現状があるということをここでお伝えしたいと思っています。ワカメオスとメスがありますので、それをうまいこと掛け合わせたり選抜することによって、例えば初期の成長が早い系統だったり、あるいは、養殖の終わりの頃になってもなかなか枯れにくい系統だったり、あるいはその中間型の系統だったりといろんな品種を開発することで、漁業者の方にとってはだんだん人手も減ってますので、4月に100トン取ってくださいっていうのは難しくなってきてるんですよね。それを少しでもその養殖期間を分散させてですね、いろんな品種を使い分けることで底上げを図っているというような取り組みを今行っています。昆布のそもそもの光合成活性が意外とその深いところ、つまり光が弱いところでも十分成長できるっていうような研究成果も出つつあるので、だったらばここに垂直にロープを張ってしまって漁場を二次元的利用から三次元的な活用をしたらもっと取れるんじゃないかっていう発想ですね。こういったやり方で、どれだけその漁場面積あたりの生産量を上げれるかっていうようなトライアルを今まさに行っているところです。垂直に張ったロープをもうクレーンじゃないと吊り上がらないぐらい重くてですね、こんな感じで、生産量が今どんどん上がってきていて、で現状ですと従来、だいたい10倍ぐらいを当面の目標としてたんですが、 9.6 トンなので 9.6 倍ぐらいにまでは大きくなっています。環境変動が激しくて、海での養殖も年々不安定さが増している中で、もちろん海の面積にはもう圧倒的にかないませんが、こういった陸上での生産方法っていうのも、今後一つの海藻の量をしっかり増やしていく手段の一つではないかなというふうに考えています。昆布やワカメやモズクなどを養殖してどれだけの量がちゃんと CO2 を固定しているのかっていう計算をちゃんとしましょうねという研究を今行っています。でポイントはいくつかあってですね、一つは炭酸飲料を思い浮かべてみればお分かりの通り CO2 って溶けやすいんですよね、水に。なのでそれをしっかり測るってとても難しくてですね、で光合成には CO2 を吸収するのでその出し引きで計算すれば一番いいんでしょうけど、海の中ですとそれが今は難しいので、この発生する微量な酸素を測ってやるとかですね、あるいは海藻を養殖ないしは生育させることによって出てくるその分解されにくいその CO2 がずっと長い時間固定される炭素の量を測ったりっていうような取り組みをしています。食用に養殖しようが天然に昆布やワカメがいようが、そこに昆布があるということはそれまで生育している過程でこの枯れてる分が海水中に、ある意味溶け出してるというか分解してるんですよね。でもちろん枯れてる中にもその CO2 を固定した炭素の元はたくさん入っているはずなので、これをちゃんと測ることによってより一層ワカメや昆布がどれだけ CO2 を吸収しているかということがどうやら分かるんじゃないかっていう研究が今世界中でどんどん進んでいます。海底のコアを1メーター未満ぐらい遡るだけで200年ぐらいの歴史が終えるってことなんですね。でその中に一体どんな物質が入ってるんだろうっていうのをいろんな手法を使って調べてみたら、この部分ですね。これは何かっていうと、ワカメや昆布などに含まれているフコイラン、つまり炭素のCO2 を吸収した元がこういった溶けにくい炭素成分になって出てくるっていう証拠が見つかりつつあるんですよね。私たちとしてはそのブルーカーボンとしての海藻による CO2 の吸収だったり固定っていうのは大変大事なんだけれども、そもそも食料資源として利活用してきた海藻なんだから、こういったその海藻の多面的な価値をもっと注目するべきだろうというふうにも考えています。これ食べられるプラスチックということで、これトマトケチャップですけどね、この透明な包材実は海藻由来なんですね。でエジブルプラスチックでこれも私食べましたけど、噛んでるとですね肺中並みに消えますね。なくなっていきますね。なのでこの包材は全部海藻からできてるそうで、この紙の包材も食べましたけど
なくなりますね。南部せんべいぐらいの速度ですね。でそんな感じで将来的にはこの海藻でできたハンバーガーがこういった紙のパッケージに入っていて全部なくなるという世界が来るかもしれないですね。海藻って人の健康にも大変良いので、もちろんやっぱりいろんな有用成分はどうやら植物にも効くらしくてですね、でそういったいろんなエビデンスも今研究によって出てきていて、で日本国内でもどんどん広まりつつありますね。なので、海藻をこうやって養殖だったり天然資源を守ることで CO2 をキャプチャーして、吸収して貯蔵してですね、でそれを肥料として使うことで、食料生産にも貢献するというような取り組みが今まさに行われているところです。海の資源を余さず使おうっていう養殖方法っていうのが今世界的にも注目されてるんですけれども、これって考えてみれば日本の里海里山の考え方なんですよね。でこれがもう日本では昔からずっと長年漁業者の方の知恵で行われてきたことが今こうやって海外も含めて科学的にどんどんその寄与度というかですね、その効果が明らかになりつつあるというところですね。漁業の持続可能性への関心度国別比較っていう論文です。28カ国1万4000人の方にアンケートを取りましたっていう論文ですね。お魚をスーパーマーケットとか外食で選ぶときに、どういうところに気を使って選んでらっしゃいますかっていうアンケートです。これの答えはですね、世界平均がいずれも7割超え8割ぐらいなんですよね。70%、80% の方がこういったところに気をつけてというか、地球環境のことも含めてこういった漁業資源のことも含めて手に取ろうとしているっておっしゃっているのに、もうご覧いただいている通り日本が極めて低いんですよね。そもそも見方はいろいろあって、日本の場合は古くからやっぱり安心安全なお魚がずっと取れてきて、そういった漁業が守られてきたっていうこともある一方で、ただこういった関心度がどんどん上がっていかないとですね、先ほどのツナ、あれ今ファーストクラスでしか食べられないらしいですからね、やっぱり単価高いんですよね。でそれは大げさにしてもこういった環境に対する取り組みってもちろんどこかでコストは発生するので、そういったところの関心度が上がっていかないとなかなか定着しないんじゃないかなというふうに思っています。で我々としてはやはり海藻類古来からの食料ですので、しっかり食料生産としてのは守っていきたい一方で、これだけブルーカーボンをはじめ CO2 固定のところに注目されている海藻ですから、その貢献度をしっかり明らかにしていきたいと思っています。